チャット GPT に任せていい仕事とダメな仕事にははっきりした境界線がある。境界線、うまい下手の話じゃなくて。腕の問題じゃない。実はベテランでも踏み外す。初心者の話じゃないんだ。アメリカの研究機関が経験豊富な開発者たちの仕事を実測したあなたの仕事でも起きる話だ。本人たちは AI のおかげで随分早くなったと感じていた。それが普通の感覚だよね。ところが実測では逆だった。早くなるどころか遅くなっていた。早くなった気がしてたのに遅くなってたの？そう、体感は逆を向くことがある。だから感覚ではなく境界線で決める。最後まで見れば任せるか自分でやるかを頼む前に3秒で決められるようになるよ。早くなった気がして実は遅い。まずはなんで気づけないのかが知りたいな。結論から言う。気づけないのは楽になった分を早くなったと数えてしまうからだ。楽になったのに早くなってないってどういうこと？さっきの実測を詳しく見よう。ベテラン開発者たちに自分がよく知るプロジェクトの普段の仕事をそのままやってもらった実験だ。事前の予想は 24% 早くなる。終わった後の体感も 20% 早くなったという答えだった。どっちも早くなった側の数字だね。ところが記録された作業時間は早いどころか 19% 遅くなっていた。1時間で終わる仕事が1時間10分を超えてる計算か。そう、しかも本人は早くなったと感じたまま終わっている。ここが一番怖い。なんで体感と実測が逆になっちゃうの？ AI の答えを待つ時間や出てきた文を読んで直す時間は頭が楽だからだ。自分で書く苦労が消えると進んでいる感覚だけが残る。時計は進んでいるのにな。確かに楽してる時間って進んでる気がしちゃう。なお、その後の追跡では差がほぼ消えた人たちもいた。ただし研究者自身まだ証拠は弱いと言っている。それでも変わらない教訓が一つある。自分の体感は当てにならない。体感は当てにならない。だったら時間は実際どこで消えてるんだろう。消える場所は決まっている。犯人は確かめ直しと後始末と直しのラリーの3つだ。3つとも頼んだ後に起きるやつだ。1つ目は確かめ直し。2023年当時のチャット GPT をプログラミングの質問で試した調査では答えの 52% に間違いが混ざっていた。半分は疑って読まなきゃいけないんだ。今の AI は当時よりだいぶ賢い。それでも疑って読む時間は残る。ここで時短の貯金が消える。2つ目は後始末だ。別の調査では見た目は立派で中身が薄い AI の文章を受け取った側が1件あたり約に時間を失っていた。送った人の時短がもらった人の残業に化けてるじゃん。うまい言い方だ。受け取る側の時間まで数えると時短どころか持ち出しになる。3つ目が直しのラリー。あくまで一人の体験談だが海外の掲示板にこんな投稿があった。1時間で終わるはずの仕事を AI と直し続けて気づいたら6時間。最後は自分で書き直して終わった。それ私がやったら徹夜コースだ。途中でやめられないのはあと1回直せば動きそうに見えるからだ。うわ、ガチャと同じ仕組みしてる。引き際が見えないまま時間だけが解けていく。泥棒の正体は分かった。でも同じ AI で早くなる人と遅くなる人がいる。分かれ目はどこなんだろう。結論から言うと分かれ目は仕事が AI の得意範囲の内側にあるかどうかだ。得意範囲 AI にも苦手があるの。あるハーバード大学などがコンサルタント7法58人で大掛かりな実験をした。今度は開発者じゃなくて普通の仕事の人たちだ。得意範囲の内側の仕事では 25% 早くなって仕上がりの質も4割上がった。1週間なら1日分以上も得する計算だ。ところが外側の仕事では正解できた割合が19ポイントも低かった。早く終わったのに間違ってるやつだ。一番たちが悪い。しかもこの得意範囲はギザギザで
外からは見えないどこまで得意かの地図は配られていないんだ。見えないなら初心者はどう判断するの？ AI 側を見るのはやめて自分側を見る。基準は一つ。答えの良し悪しを自分で確かめられるかだ。つまり自分で丸付けできる宿題だけ任せるってことか。そういうことだ。丸付けできれば間違いに一瞬で気づいて直せる。被害はほぼゼロで済む。丸付けできない仕事を任せるとさっきの3つの泥棒が全員やってくる。境界線は丸付けできるかどうかなら頼む前にパッと見分ける方法が知りたいな。結論はこれだ。頼む前に3秒。これは答えが合ってるか自分で確かめられるかと自分に聞く。本当？それだけでいいの？イエスなら任せる、ノーなら任せない。それだけだ。任せていいのは読めば良し悪しがわかる仕事。例えばメールの下書き、アイデア出し、長い文章の要約だ。どれも読んだ瞬間に丸か×かつけられるもんね。危ないのは知らない分野の事実調べ、計算しない計算や集計、それに自分で説明できない文書の提出だ。全部私には丸付けできないやつだ。どうしても使いたいときは丸付けできる形に小さく切る。小さく切るって例えば？事実調べなら答えと一緒に出どころを出させてその元の資料だけを自分の目で見る。これなら丸付けの相手が AI の長い答えから元の資料に変わる確認は一気に軽くなる。なるほど。それなら知らない分野でも使えるね。ただしもう一つ落とし穴がある。途中でハマった時の抜け方を知らないと結局さっきの6時間コースだ。見分け方は分かった。あとはハマっちゃった時の抜け方も知りたいな。合図はこれだ。ここは実測じゃなく経験則だが、同じ直しの指示を2回出したらそのラリーはやめる。6時間の人に教えてあげたかったやつだ。3回目からは泥沼になりやすい。ガチャと同じで引くほどやめられなくなる。新しい会話でやり直すか自分でやった方が早い。それ今日から真似できるよ。ハマる前に引き返せるもんね。まとめよう。境界線は答えの良し悪しを自分で確かめられるかどうか体感ではなく頼む前の3秒で決めてくれ。確かめられないなら任せない。任せたいなら丸付けできる形に小さく切るだね。それだけで早くなった気がするだけの時間は消えていく。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してね。コメントであなたが AI に任せて泥沼になった仕事も教えてくれ。次の題材にする。それじゃまた次の動画で会おうね。